運がいい人の話し方、運が悪い人の喋り方。運がいい人はこうやって話してるんだ。なぜ話し方を変えると運が良くなるのか。あなたの周りにも、あの人はなぜか運を引き寄せている。あの人と一緒にいるといいことがある。と感じる人がいるのではないでしょうか。小さなことで言えば、お店やレストランでおまけやサービスをしてもらった。難しいと思っていた有給休暇の申請があっさり通った。求めている人を紹介してもらえた。トントン拍子にやりたいことが叶った。という具合に。幸運は幸せを運ぶと書きますが、多くの場合、運を運んでくれるのは何かしら接点のある人なのです。もちろん、9時に当たった。信号で止まらなかった。欲しかったものがセールになっていた。など、たまたまという運もあります。そんな運に気づくか生かすかも、その人の心の捉え方が大きく影響していると言えるでしょう。この本では、幸運な人になるために話し方を変えて、人や物事に対する感じ方、考え方を変える方法を具体的に提案したいのです。私も人生の中で縁のある人に多くの幸運を与えてもらいました。例えば、偶然旅先で出会った出版社社長からチャンスをもらい、デビュー作が生まれた。お金も住む家もなかった時、食堂で相席した老婦人が家を貸してくれた。長年ファンだった作家を担当編集者に紹介してもらい、一緒に仕事をするようになった。など、自分でもびっくりするような大きな幸運が、いつも誰かの力によってもたらされてきました。運というのは、身近にいる人だけでなく、たまたま出会った人、時々会う人が運んでくれることも十分あります。その明暗を分けるのが話し方なのです。ちょっとした会話で感じのいい人だ、話しやすい、仲良くなれそう、など好印象を持ってもらえれば、そこから幸運が生まれる可能性は大いにあります。そもそも人は誰かのためになりたいという欲求を心の奥に持っています。自然にそんな役割ができる関係は、幸運がどんどん巻き起こる場となるのです。反対になぜか運が悪いという人もいるものです。いい人なのになぜか仕事運がない。仕事はできるけどなぜかトラブルが起きやすい。一生懸命なのになぜか誤解されて敵ができる。いい人と出会っていてもなぜか縁が切れやすいというような。それは天から降ってきた不運ではなく、喋り方の問題が大きいのです。喋るとは軽い内容を軽い調子で話すこと。言いたいことをあまり考えずに口にすること。その場限りでベラベラ、もごもごと喋ること。この本では言葉が独りよがりで軽いことを意味します。そのため周りにうっすらと不安や不信感、時には怒りや失望を与えることになり、残念なことが起きやすいのです。運のいい人は相手に伝わるように話します。運の悪い人は自分が伝えたいように喋ります。これが決定的な違いで、運のいい人は意見や価値観の違う相手ともそれはそれとして折り合いをつけながら生きています。運の悪い人は問題の本質が喋り方や考え方にあることに気づきません。ところで、あなたは幸運な人についてこんな風に思ったことはありませんか？みんなに良くしてもらえる人は容姿や能力、育った環境など恵まれているからだ。明るく社交性や可愛げがあって、どんどん人の懐に入っていける性格だからだ。というように何か特別なものを持っているから幸運なのだと。もちろんそれらが恩恵やチャンスにつながることもあるでしょう。しかしそれだけでずっと幸運が続くわけではありません。本当に幸運な人というのは何も持っていなくても話すだけで相手の心をつかめる人なのです。その場にいい空気が流れて相手にまた話したい、声をかけたい、何かしてあげたいと好感を持ってもらえれば幸運の輪が広がっていくのです。反対にどんなにいいものを持っていても話が弾まず重苦しい空気が流れていたらまた話したい、何かしてあげたいという気持ちは起こらないでしょう。ここまで読んでもまだ
私は話がうまくないから人と楽しく会話するのは難しそうと思った人もいるのではないでしょうか。心配には及びません。この本で伝える幸運がやってくる話し方は、すべての人がコツさえつかめればできるようになります。そのために、まずは3つの無駄な努力を手放してください。1つ目は、うまく話そうとしないこと。饒舌でなければ、面白い話をしなければ、相手を笑わせなければ、話題が豊富でなければ、と頑張る必要はありません。話がうまいかどうかは幸運にはあまり関係がありません。例えば、服を求めてショップに入った時、ペラペラとよどみなく商品説明をしてグイグイ押してくる店員と、口数は少ないけれど、こちらの好みや要望を聞いて服を勧めてくれる店員、どちらと話したいと思いますか？当然後者ではないでしょうか。まずは相手のことを受け入れよう、理解しようとする話し方が信頼につながるのです。2つ目は、無理に性格を変えようとしないこと。人と仲良くなるために明るく積極的な性格になろうとしても疲れるだけ。どれだけ取り繕ってもすぐにバレますし。自分のストレスを軽減することが心地いいコミュニケーションの基本なのです。今のあなたのままで十分人と付き合います。大切なのは性格を変えることではなく、単に社交のコツや物の言い方のコツを身につけることです。例えば同僚に仕事を頼まれたとき、今は忙しいんですけど、という人。今は急ぎの仕事をやっていますが、3時頃は手が空きますよ、という人。どちらが付き合いやすいでしょう。もちろん後者のはずです。どんな性格であっても、物の言い方を変えることはできるはずです。そして3つ目は、矛盾するようですが、相手に好かれようとしないことです。人間関係では好き、嫌いという感情が大きく作用していることは事実ですが、好かれていることに意識が向くと言いたいことが言えなかったり、自分を飾ったり、人によって態度を変えたり、結果コミュニケーションがうまくいかなくなるのです。例えば初対面の人と話すときに緊張しすぎてしまうのは、よく思われたいという気持ちが強いから、自分はどう思われるのかと自分に意識が向きすぎて、目の前にいる相手が見えなくなっているのかもしれません。この人はどんな人？何に興味がある？どう話したら伝わる？と相手に意識を向けると緊張せず伝わりやすい話し方になります。恋愛においても好かれたい、よく思われたいと思う相手との距離はあまり縮まらず、ざっくばらんに話す相手から好意を持たれるということがあるものです。これはのびのびと自分らしく振る舞う姿が魅力的に映るからでしょう。好かれようではなく、まずは自分が相手を好きになること。相手に喜んでほしい、相手を理解したいという気持ちで話すことが結果的に好かれるのです。好きになれない相手でも、そういう人だと悪意を持たないことを心がければ、避けたり壁を作ったり、トゲトゲしい言葉を口にしたりすることはなくなるでしょう。相手の自分に向けられる目は気になるものですが、嫌われなければいいくらいに考えておけばいいのです。実は幸運な話し方では、好かれることより嫌われないことが大事です。どんなにいい話をしても、押し付けたり上から目線だったり、嫌味が混じっていたりと相手の気持ちを考えない無作法な話し方では台無し。幸運が生まれないどころか、協力を得られない、足を引っ張られるなど不運なことが起こりかねません。幸運な人たちは嫌われることが大きなリスクになることを分かっているので、毒になる言葉を吐いて相手の気分を害さないことには細心の注意を払います。難しいことではありません。自分が言われたくない言い方はしないと礼儀をわきまえればいいのです。それでも嫌われたら相手の問題でしょう。そろそろお分かりいただけたのではないでしょうか。幸運をもたらす話し方というのは、自分の表現ではなく、相手の気持ちに寄り添った相手ファーストの話し方です。と言っても、ただ空気を読んだりこびたりするわけではありません。自分を変えることでもありません。突き詰めると、信頼されるということなのだと思います。信頼とは信じて期待すること。
相手にこの人なら分かってくれる、この人なら安心できる、この人なら正直に言ってくれる、などプラスの影響を与えてくれると信頼されると、自分の意見を伝えたり、思いを実現したりできるようになります。必然的に思いがけない幸運がどこからか舞い込んできます。反対に自分の意見を押し通そうとしたり、取り繕ったり、何を考えているかわからなかったりしては、信頼は得られず、幸運は遠ざかっていくでしょう。幸運な人たちは、相手のためが結果的に自分のための一番の近道であることを、無意識か意識的かにかかわらずよくわかっているのです。すべての人は大切にされたいと思っています。そして自分のことを大切にしてくれる人を大切にします。人間関係では相手に投げたものが自分に返ってくるというシンプルな法則を分かっていることが幸運な話し方の最も重要な基本なのです。話術を磨くよりも好きを磨いて、まずは自分から与えること。特別なものを持っていなくても、そんな好意を乗せた話し方は一生ものの財産になるのです。幸運な話し方というのは難しいテクニックや言葉を使う必要はありません。慣れることが重要です。そして話し方は相手だけでなく自分の考え方や感情まで変えてくれます。例えば苦手だと思っていた相手に意識して丁寧に話したり名前を呼んだりしていると、それほど抵抗がなくなり気が楽になってくることがあります。そんな経験が増えてくると、人に対して目線が柔らかくなり、あまり苦手意識を持たなくなってくるのです。私も初対面で、この人怖そうだな、話が合わないかも、などと思うことがあります。それでもいつもの習慣で自分から挨拶をしたり、とりあえず天気の話でもしたりするうちに、意外にいい人じゃないの、結構話が合うかも、と気持ちが変わってきます。第一印象があまり良くなかった相手が友人や仕事仲間になって長年応援してくれていることも少なくありません。他にもスーパーのレジで精算するとき、宅急便の受け渡しの時など、ありがとうという習慣があると自分がいい気分になります。家族にありがとうを繰り返していると、少々憎らしいと思うことがあっても、まあいつもお世話になっているしね、と気持ちが軽くなるものです。そんな気持ちの軽快さが心の余裕になって、身の回りの幸運に気づいたり、周りにいい影響を与えて幸運を引き寄せたりするのです。反対に弱り目にたたり目、泣きっ面に蜂、踏んだり蹴ったりなどというように不運が重なるのは、ネガティブな気持ちや余裕のなさが引き起こしてしまうのでしょう。実際にこの話し方はうまくいく、こんな相手にはこう話した方がいいと感じることが大事です。最初はうまくいかなくても繰り返すうちに自然に学習して自分のものになっていきます。幸運な話し方が日常的になってくると、人間関係が良くなるだけでなく、自分自身の気分が良くなり、幸運体質になっていきます。私たちは感情や思考があるから言葉が生まれると考えがちですが、実際のところ人は言葉でしかものを考えられず、言葉によって感情が生まれることが圧倒的に多いのです。いい言葉は自分も相手も明るく元気にしてくれます。化学反応を起こすようにいいことが起こりやすくなります。明るい人には明るいものが集まり、暗い人には暗いものが集まるという法則を覚えておいてください。幸運というものは祈るものでも待っているものでもなく、自分で作り出すものです。幸運な人は日々のコミュニケーションによってその種まきをしています。幸運な話し方によってあなたを応援する他力が巻き起こり、トントン拍子に思いが叶っていくようになります。気づいたら幸運なことが立て続けに起きて、思いがけない素敵な場所にたどり着いたということも少なくありません。前置きが少々長くなりましたが、この本では誰でもちょっとしたことでいい関係になれる話し方のコツをお伝えします。まずは幸運な話し方の基本である相手ファーストの話し方からお伝えしていきましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は運がいい人の話し方、運が悪い人の喋り方という本をご紹介します。
話し方一つで人間関係が変わる。これはわかりますよね。日常生活の様々な場面で実感があると思います。人との会話が苦手。もうちょっとうまく話せればな。なんて思いながらも何をどうしたらいいかわからないのが本音です。私は口下手だからって諦めて話すことから遠ざかるのが癖になっている人もいるかもしれません。でも大丈夫。実はちょっとした気の持ちようで話し方がガラリと変わって素敵な人間関係が築けるんです。そしてそれは人間関係だけでなく、あなたの人生も変えてくれるものなんです。著者は有川真由美さん。50を超える職業経験や40カ国以上の旅行経験など、ご自身の体験や経験をもとにした書籍を続々刊行されており、コンスタントにベストセラーを出し続ける有川さん。有川さんの本はどれも本当に素敵な空気感のものばかりで、本チャンネルでもたくさんご紹介させてもらっていて、大好きな作家さんの一人です。そんな彼女が開運パワーいっぱいの話し方と習慣、幸せを呼び寄せる会話術を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。第一声はポジティブワードで始める。朝から雨で嫌になりますね。ではなく、雨になりましたね。でも午後には晴れるみたいですよ。人や幸運が集まってくる人は話し方に心配りや思いやりが感じられる人です。ただ自分の言いたいことを言うのではなく、相手の心に寄り添った話し方ができるので、この人とは通じ合える、一緒にいて心地いいと思われ信頼されるのです。そんな相手に寄り添う話し方の習慣をお伝えします。まず第一声はポジティブワードから始めること。口を開ければネガティブなことを言っている人はいませんか？雨で嫌になる。金曜日は疲れる。その服派手じゃない？など愚痴や否定ばかりの人に対しては顔を見ただけで身構えるようになってしまうもの。最初の言葉はその人の雰囲気、人間関係を決める重要なポイントなのです。雨で嫌になるではなく、単に雨になりましたねと事実で止め、道が混んでいませんでした？でも午後には晴れるみたいですよ。など相手を気遣う言葉をつなげるとポジティブな印象になります。金曜日は明日はお休みですね。服を見て素敵な色ですね。など明るい視点で話すと笑顔が返ってくるかもしれません。声かけをするときに第一声はポジティブワードを意識していると、会話だけでなく自分の気持ちも明るくなってきます。明るい言葉から始めるのは相手を不快にさせないというマナーなのです。挨拶や返事に一言足すだけで雑談になる。今日は暑くなりそうですね。そうですね。ではなく、そうですね。30度を超えるらしいですよ。どうぞお気をつけて。昨日は日帰り出張だったらしいですね。はい。ではなく、はい。行く途中紅葉も楽しんできました。会話がなかなか続かないという人は、挨拶や返事に一言二言足すことから始めるといいでしょう。例えば、エレベーターで一緒になった人に、忙しいんじゃないですかと話しかけられたとき、まあまあ忙しいです。と答えるだけでは会話は途切れてしまいます。たまには早く帰りたいんですけど、今週が山なんです。と一言加えると、じゃあこのお菓子でも食べて頑張って。と気遣いの言葉が返ってくるかもしれません。お疲れ様でした。という帰りの挨拶に、今日の会議の司会良かったですよ。資料ありがとうございました。ランチまたご一緒しましょうね。など何でもいいのです。そこからちょっとした会話になるでしょう。いい人間関係は
小さな会話の積み重ね。こんな雑談が頻繁にできるようになると、風通しのいい関係になって理解が深まり、助け合える機会も増えてきます。前日に意見がぶつかって気まずい空気があっても、儀礼的なおはようございますだけで終わらず、今日は早いですね。昼から雨になるそうですよ。など一言あればわだかまりが消えます。一言あるのとないのとでは大きな違いです。プラス一言は、あなたと仲良くしたいというメッセージでもあるのです。否定語ではなく肯定語で話す。そんなやり方ではうまくいかない。ではなく、やり方を少し変えればうまくいくよ。お客様からクレームが出ないようにします。ではなく、お客様に満足してもらえるようにします。幸運な人というのは、普段の会話の中で意識して否定語ではなく肯定語を使っています。例えば食事に誘われたとき、今週は時間がないから無理と言われると後ろ向きの印象があり、相手は拒絶されたように感じるもの。来週なら行けますよと言われた方がすんなり受け入れられるでしょう。ミスしないようにしてと言われるより、最後にしっかりチェックしてと言われた方がお互いに気持ちがよく、会話も明るくスムーズになるはずです。それにミスしないと口にした時点でミスすることをイメージしてしまうもの。転ばないように運んでと言われた人は、しっかり持って運んでと言われた人より転ぶ確率が高いと言いますが、ネガティブな方向に引きずられるのです。自分に向けた言葉でも、遅刻しないようにしようではなく、5分前に着くようにしよう。食べ過ぎないではなく、腹8分目にしようなど、しないことではなく、することを口にすることで、具体的な行動が思い浮かび、実現に近づくはずです。何か問題があるときに否定語を肯定語にするだけで、その瞬間から自分で自分を幸せにする一歩を踏み出していることになります。不幸にならないことではなく、幸せになることをどんどん言葉にしていこうではありませんか。〇〇といえば、キーワードから連想ゲームで会話を広げる。両親と鴨川温泉に行ってきました。両親も喜ばれたでしょう。そういえばもうすぐ母の日ですね。鴨川は海がきれいですよね。海の幸も美味しいし、温泉は私も大好きです。体も心も癒されますよね。雑談は連想ゲームと同じ仕組みで組み立てられます。キーワードから思い浮かんだことを、〇〇といえばこれこれというように言葉をつなぐだけで楽しい雑談になるのです。両親と鴨川温泉に行ってきましたという話が聞けたら、両親、鴨川、温泉のキーワードから3方向に展開できるでしょう。そこからもっと詳しく聞いたり、自分の得意なジャンルにつなげたりすることもできます。例えば温泉の方向であれば、露天風呂、秘湯、湯治、リラックス、すべすべ肌、温泉まんじゅう、ビール、コーヒー牛乳、浴衣などが連想されます。私は露天風呂が好きです。湯治に行ったことがあります。温泉の後ってコーヒー牛乳が飲みたくなりません？というように会話の中に入れていくだけ。相手が楽しそうなら話題をどんどん展開したり、興味がなさそうならその話題は流したりしていけば、相手も自分のフィールドで話しているという満足感があるでしょう。相手の話を聞かねば、いい話をしなければと型にはめた雑談より、そういえばとスルリと出てきた言葉で自由に作り出していく雑談が一番楽しいのです。難しく考えずゲーム感覚で雑談を楽しみましょう。沈黙が怖いに陥らないための幸せな考え方。沈黙が流れた時の3つの対処法。1、こういうこともある。黙ったままでもいいとそのまま放置。2、一つ聞いてもいいですかと相手に興味を持って質問。3、最近〇〇にハマっていてと自分の身近なことを話す。沈黙が怖いという人は多いようですが、所詮雑談。会話しなければならないというルールはないのですから、何も話さなくてもいいし、何か話してもいいのです。むしろ黙っていた方がお互いに心地いい場合もあります。
沈黙を恐れる根底にあるのは、つまらない人と思われたくない、嫌われたくないという防衛反応です。そこで何か話さなきゃと焦ると、つい余計なことを言って自己嫌悪に陥ることに。良くないのは、話が続かない自分を責めたり落ち込んだりすること。沈黙は自分だけの責任ではありません。こういうこともあると放置すればいいでしょう。ただ、レストランで料理が運ばれてくる前、二人きりでコーヒーを飲んでいる時など気まずいなと感じたら、話題を探すことより、まずは相手に興味を持ってみてください。新しい仕事は慣れました？素敵な服ですね。など相手への気づきや褒め言葉を口にしたり、少し聞いてもいいですかと質問したりするのです。また自分のことを話すなら、社会、芸能、スポーツなどの話題より、〇〇にハマっていて、先日こんなことがあって、と身近な話の方が気持ちを乗せやすいはず。ともかく何も話さなくてもいいし、何でも話していいので気楽に行きましょう。もしかしてはどっちに転んでも楽しい会話になる。〇〇さんご兄弟は？ではなく、〇〇さんってもしかしたら長女ですか？しっかりしているように見えるから。コンサートでたまたま隣に座ったご婦人から、もしかしたらどこかでお会いしました？と話しかけられたことがありました。会ったことはないと思いますけど、あら、ごめんなさい。なぜか親しみを感じちゃって。嬉しいですね。私は近くに引っ越してきたばかりで、まあ、私も1年前に移住したんです。と意気投合。数日後お宅に遊びに行ってすっかり仲良くなったのでした。もしかしたら関西の方ですか？もしかしてファッション関係のお仕事？など、もしかしたら、もしかしては初対面で使うと、そうなんです。よくわかりましたね。いえ、違いますけど、どうしてそう思いました？と盛り上がります。もしかしたらの質問は、あなたに興味がありますというメッセージなのです。ざっくばらんに話せる相手なら、兄弟はと質問するところを、長女と勝手な想像で聞くのも楽しいもの。お酒が苦手な相手なら、もしかして甘党？もしかして体育会系？もしかして痩せた？もしかして結婚してます？など、外れを覚悟で聞いてみるもよし。自分についてどう思われているかは誰でも関心があるものです。ただし、どうしてそう思ったかという根拠を持っておくこと。ネガティブなもしかしては避けること。やりすぎると見透かされているように感じるので注意して。幸運な人は褒めの本質を知っているから積極的に褒める。社長が彼女を褒めてたけど、容量がいいだけじゃないの？ではなく、社長が褒めるだけあって、彼女は仕事は早いし頑張ってるよね。褒められると嬉しいことは誰もが理解しているはずなのに、嫌いな人は褒めたくない。相手を持ち上げているようで、いや、当たり前のことをわざわざ口にしなくてもいい、などと言って褒められない人がいるものです。そんな人たちは褒めの本質を分かっていないのかもしれません。褒めるのは相手の機嫌を良くしたり、見返りがあったりするからだけではないのです。褒めることはすなわち肯定することです。肯定する魔法の言葉は発しただけで自分の気分を良くしてくれます。いい言葉を相手に送ることで少しだけ相手も幸せになり、幸せな空気を作り、幸せなことも起こりやすくなるでしょう。対して否定する呪いの言葉を口にした途端、自分自身がよどんだ気持ちになるもの。その証拠に批判や愚痴を言っている時の顔は苦しそうに歪んでいるはず。この人いいところがあるよね。そう思うだけで表情が優しくなります。口に出して褒めることを心がけていると、自分も嬉しくなり、褒めることに誇りを持てるようになります。素敵な人たちに囲まれて、自分は恵まれていると思えてくるでしょう。そんな肯定的な思考と感情こそが幸運体質なのです。今からダメ出しではなく褒め出しの癖を身につけていきませんか？幸運な人は相手の短所も長所に変えて褒める。〇〇さんは自分からは話さないですよね。ではなく、〇〇さんは聞き上手ですよね。
話をちゃんと聞いてくれるので、普段は言わないことまで話してしまいます。小さいことを気にしすぎじゃない？ではなく、察知力が高いから気づくことが多い。気が利くはずだね。フリーライターをしていた頃、秋っぽい性格で一つのことを深める前に別なことに興味が移ってしまうんですよね。とある先輩に嘆いたことがありました。だからいいんじゃない。それは強み。いろいろなものを見て俯瞰する視点ができているはずよ。と言われて目から鱗。自信が湧いてきたと同時に、その先輩は自分の強みを見つけてくれた人として特別な存在になったのです。幸運な人は相手の短所も長所に変えて褒めます。頑固は信念がある。協調性がないは自分を持っている。人見知りは時間をかけて深い関係を築く。というように短所も裏から見ると長所。いえ、そもそもその人の持つ性質はいい悪いとジャッジすることはできないのです。物事を肯定的に見る目を持つと間違いなく幸せになれます。いいところ探しは幸せ探しなのです。苦手な相手でも一つはいいところがあるもの。それを見つけるだけでなく口に出すとさらに苦手意識も和らぎます。誰もが認める長所を褒めるのもいいですが、見た目がいい人は内面を褒める。仕事ができる人はライフスタイルを褒める。優しい人は真の強さを褒める。など隠れている魅力を見つけるのが人間関係の醍醐味。より特別な関係が生まれるはずです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？会話が苦手っていう人結構いると思うんですよね。会話することの向こうによく思われたいとか怒らせたくないとか変な空気にしないようにとかいろんなことを考えちゃってめっちゃ気を使っちゃう。そしてその結果当たり障りのないことだけを言っておいたりそもそも会話するのも億劫になっちゃったりするんですよね。その心のブロックを取り外せば自然に自由に会話ができて人間関係も良くなっていく。それに会話って自分自身ともするものだから普段から素直で前向きな言葉を使えるようになればどんどん運気も上がっていく。難しいことはなくほんのちょっと心の持ちようを変えるだけであらゆることが好転していくんですから、これはインプットしておくほかはないですよね。本書には117ものノウハウが詰まっていますので、ざっと眺めるだけでもぐぐっと運気が上がること間違いなしです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。